はい、どうも、テレスドンです。ひまわりです。はい、ということでね、何なの？今日は顔の塗装をしますよ。行ってみよおー、えーと、透明感のあるって書いてあるんだけどさ、う。うん。透明感って何ですかって、実は自分でもわからないんだよね。そうね。うん。だから全体的にあんまり暗めの色は使わないようにしようと思って今回やってるんで、うん。まあ、それが透明感なのかわかんないけど。まあ、ナチュラルメイクっていうか、まあ、そうだね。まあ、ミネコみたいな、花魁だっけ？濃い感じじゃない。にはしないように。これ顔はね、なんだっけ、あれ、赤でトントンやって動画ってあったっけ？やってねえか。やってないぞこれ。あれ、ああ、あるけど入れてないや。あ、まあいいね。これ、ああ、入れるか。まあいいや。それ後日でいいわ。後日でいい。後日でいいや。うん。これ実は順番がちょっとあれだね。そう。顔を塗る前に足とか全身、人体の肌にあるシミじゃないや。なんつうの、血管。血管っていうか、まあ、シミなのか。ちょっと今見てもらった目のあたりがそうそう、ちょっと、青いのは、そうそう、このベースを塗る前に、赤とか青とかで、ちょっと、なんつうかね、汚すような感じで、模様入れて、その上からエアブラシでベースカラー拭いて、自然になんか血管が透けてるような感じ。足の時にするか、そのと入れるそうか、それを。そうそう。やった上で、このうん。レイヤー塗ってますね。足の動画の時にちょっとうん。その様子の動画そう。をつけるわ。ちょっと、すいません。ちょっと下ったな。うこれ今使ってる色がね、ん、いい匂いするやいや、これいい匂いじゃない。つ。いい匂これは、いでしょ、これ。いや、これは軽くいい匂い。あ、軽くいい。そう、これは、AK の方のチューブで、これね、なんかね、AK のチューブの方がね、うん。うん。乾いた時に筆跡残んないような気がするんだよね。あ、するするする。するよね。うん、これ一番優秀なんじゃないかっうんうて。これ今も塗った直後はさ、ん。見えるけどね。見えるけど、うん。ちょっと時間経ったらなくなってんだよ。うん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 。わかる。って。うん。それ見越して思い切ったことしても、うん、そうそう。ちゃんとちゃんとなる。なるから大丈そう夫。そう。これかなり。ただ、肌色のね、バリエーションがちょっと足りないっていうかね。まあ混ぜりゃいいんだろうけど。ああ、もともとの色がうん、ないってこと？そうそう。うん。やっぱちょっと、このシリーズだけだとちょっと弱いんだよな。混ぜたの？いや、混ぜてないんだ。うんうん。これは。で、まあ、いわゆる、なんか、ちょっと、ちょっと私が席外したら、ピタって、もう一人じゃ何もできない。放送事故かと思ったぐらい、ピターってやめるのやめてよ。そんな、今度ね、つい暗いとこだ。うん。これあれだね、まあ、今後半で目を入れるところも出てくるけどさ、うん。この早送りしてない状態で、ちょっとショートかなんかであげるか。必要なのかな、それ。そんな。目入れって結構いや、でもね、これさ、今これね、結構偉そうにさ、語ってるけどさ、これ全部なんか、本とか人の動画を見て、ただそれそれをやってるだけだからね。ああ、参考にしてる。そうそうそう。別に何も目新しいことはしてないから。まあでも、それを集約したやつをやってくれてるんだから、見てる人たちはラッキーじゃない？ラッキーなのかな。これね、まあ、話が変わってね、服の時にもそうだったんだけど、これ今使ってる色が、一番暗い色。うん。これ以上暗い色は使ってないうんよ。うん。うん。そんなに暗い色じゃないの。これさ、そのさ、まあ、さっきナチュラルメイクって言ったけどさ、うん。化粧とかそういうのをやっぱり本とか見たわけ？化粧する。見たけどね、化
粧してるわ化けでもないよね。粧っていうよりもその顔を塗るときにどこを明るくしてどこを暗くするとうんなんか雰囲気が出るかみたいなうんのは見てる。化粧してるっていうよりはまあ陰影つけてるって方がもうできてるもんね。もう価値観だよねこれ。素敵だもん。これうまくなんか光の当たり方だね。問題かな。これその今言ったその本とかっていうのはリンクには貼らんの？すごい膨大な数あるからちょっとああ、そっか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 。ただねこれツイッターとか見てるとねわかるけどね、とりあえず皆さんそういう本片っ端から買ってると思うんだよね。うん、うん、うん、そういうの塗るような人そうそう、はね。だから多分別に改めてリンク貼るようなものでもないと思う。ああ、みんな持ってんじゃないかなと思う。うん、もうちょっと拡大したのみたいよね。そっか、遠いな。遠いか。そうですか。これは、明るい色最後の一歩手前だなこれ。次出てくるのがうん、青色があるんだけど、これね実はね今ねこれもうちょっとしたら出てくるか分かった分かった。うん、そうそう、これ結構肝なんだよこれ。ら。何に使ったか思い出したらそうそうこんなの使ったっけと思って。いいね。あ、目ん玉かな。いや目ん玉じゃないのこれ。じゃないのか。うん、やっぱりちょっと拡大したの。もうちょっと大きい方がいいかね。撮るときにあれだよね。見る人のことを気持ちを考えたら、いやまだ何も考えてないみたいな。いやもうちょっと寄り添った感じで。はあそうですか。だってこれ見てさ、うんもっと拡大してほしいなと思わん？ああ逆にちょっと拡大すればするほど荒くなる。荒くなるのもあるけど、ちょっとでもカメラからずれずれ映らなくなるでしょ。ああ、そそうだね。そしたらこう塗り、難しいね。そうそう塗りに集中できなくなっちゃそれさメガネかけてんじゃん。うんメガネにカメラ仕込むのが一番よくう。ない？そうだメガネにつけるしかない。絶対さ映るよね。その代わり全く他のとこ見れないくあなる。、これがそのそうこれね、青っそうそうて言ったんだけど、うんなんでどこに暗いとこ。あれさっきこれ以上暗くしないって言ってなかっそうこれ前服の時も言ったんだけど、その暗くはしない。ただグレーに近づける。た？ああ、そうだ言ってたわ。そうそうもう酔っ払ってっからさ、ネズミ色。ネズミ色。そうそう酔っ払っちゃうからわかんないね。忘れちゃうね。暗くなってるわけじゃないんだけど、ネズミ色になってると暗く見える、暗く感じるって言えばいいのかな。ちょっとこれね血管にも見えるよね。見える。でもねこれなんかね塗った直後でなんかこれ青ひげみたいだなって思って今それは大丈夫だったの？乾いたら。そうととりあえず一晩置こうと思って、乾いたらそもそもさ今青ひげみたいだなって言われるまで何も思わなかったでしょ。プロ見てる限りは思わないよ。だからよし。ああ、実物を見ても今回ねまじまじと見てないんだよね。そう本物というか実物を。そうだからでも別になんか変な違和感は多分ないと思う。印象を持ったのは髪の毛ぐらいで。そう今回次の動画にするんだけど、まあその時に聞こうと思います。なんでそうなったのか。まあさっきも言ったけど結局化粧はしてないのよ。ナチュラルメイクというかもうすっぴんなイメージ。そうは言っても世の中の人化粧してませんとか言ってファンデーションを塗るとかあるらしいから。いるよね。このシテルベやってね。この人がどうなのかわかんないけど。これなんだ。一番明るい部分。これはあれか。ごめん一番明るい部分じゃないわ。まだ。要はあまり暗い色使わないから、影の部分ではグラデーションつけられないんだよね。
だからとにかく明るい部分の段階を増やさなきゃダメなの。情報を増やそうと思ったら、うんうんだから最終的にはもう白塗るんだけど、その白に行くまでもうすごい白に近い肌色とかから何段階も経てるんだよそれが功を奏してるかどうかわからないんだよね。うんでもこれなんかで見たんだよね。女性の肌は影色でグラデーションつけんじゃなくて、その中間の色から明るいところのグラデーションをすごい頑張らないとダメみたいな。だからね、頑張った。これ別にさ、今回初じゃないじゃん、女の人まあそうだね、だけど今まではそういう風な塗り方をしてこなかったってこと？いや一応今までもね、そういう風にしてたつもりなんだけど、ただねどうしてもね暗い色はただひたすら暗くするっていう風にしてた。してたね。だけどそうだね。ちょっと変えてみたんだね今回ね。ハートのクイーンとかダイヤのクイーンとか、笑うやつね。笑うやつ。またお前さんのネタがあってる。これちょっと相当引っ張りすぎだね。引っ張りすぎだし何のことだかわかんないからね。気になるのは過去過去作の品とこみたいな感じ。集を見て。これいやいいね、もういいよね。これ結構ねやっぱ大きいんだよね、顔が。これ結構大きいモデルでしょ。まあやっぱやりやすいっていうのはあるよね。まあそうだね、ちっちゃいとね。でもちっちゃくてもすごい人いるからね。いる。結局だからさ、それは言い訳でしょうって、あなたができないだけですよって。ちっちゃいモデルで何がすごいかって目がさ、目が本当にすごいよね。私だったらもう多分点しか打てないだろうなっていうような目ん玉にちゃんと目ん玉作る描くっていうのが。顕微鏡もそうそう、顕微鏡もないとダメかな。まあね。限界でももう老眼。何してんの？何してんの？これなんで3色もあるのかなと思ってた。何を始めるんだ？自分でも忘れちゃってる。そうだ。チークか。これ3色を混ぜたの？そう、3色を混ぜた。ほんもね、普通に本見て。じゃあやっぱりすっぴんではないんだね、チークを入れる。いや、結構人間の頬ってさ、デフォルトでちょっと赤いんだよ。実は。だから、まあ別にいいんだよ。いいんだよ、じゃあ。これはね、確かね、なんつうの、化粧の本で、ロリ風メイクっていうのの、何ロリ風メイク？ロリータ。ロリータ系？要するに幼い系のメイクの仕方のチークの入れ方を。ロリフっていうの？ロリフっていう。ロリ風？ロリータ風？風ね。風。風ね。はい、すいません。ほとんど目立たないよ。一応入れたけど。ただ多分あるとないじゃん、ちょっと雰囲気違うんだろうなと思ってやった。でちょっときつすぎたらしく、結局この世界行ったり来たりが基本でしょこれ。そうだね。そうね。私どっちかって一発決めのタイプだからあんまりその行ったり来たりそんなにしない。来た。突然アップにした突如。これあれだ。それでついでにちょうどいいピンクだなと思って、唇も塗ってしまえと思って。チークのあれでね。そうどぎつい赤じゃなくて、ちょっとピンクならいいなと思って。そうだね、それこそ赤い口紅とかしたらおかしいことなのからね。いやもうすごいいいね。これ動画だとすげえよく見えるな。見える。すごくよく見える。動画だとみたいな。だから実物で今見てこい来たらさ、黙っちゃうでしょ。黙っちゃう。だから今見に行けないんだよ。ちょっと見てくるって言ったら。持ってくるか。いやいいよ。いや部屋がちょっと暗いからさ。本当の正しいあれで見えないよ。
あ、そうだ、ちょっと話申し訳ない、変わるけど、うん。そのミネコとか、うんボークスさんに展示してるんで、ああ、そうそう。期間が伸びて、うん。あと3 3ヶヶ月月ぐらい置いとくか置いら。とくんで、札幌にボークスに行った方、まだ見れますよと。うん。あれ、他にも追加で持ってったんだけど、追加では持ってってないか。一応なんだっけ、ワールドミニーズフェアで、あ、過去の賞もらったやつとかね、うん何個か置いてあるけど。置いてちょっとギュウギュウ詰めになってしまった。あれね、自分の作者の名前とかも書いてあれどうだったっけ。あ、書いてた書いてた。書いてある。あ、すみません、話そう言ってるうちうんに目玉を見始めあ、て急に目玉に。これね、目玉は実はね、このモデル、目玉は2個入ってて、ただの球体と、うん。あと黒目部分に、なんつうんだろう、すでに、なんつうんだろデコボコがある。うな、デコボコがある2タイプあって、あとデコボコがある方を採用したので、実はそれがガイドになってて、若干塗りやすい。普通についてないもんね。ついてない。ただ欠点もあるっていうか、若干ね、黒目部分がちっちゃいなと思ったの。塗りながら思ってたの。で、なんつうんだろう、それこそロリフとかだと、黒目大きく見せるためにカラコン入れたりして、そうだね。目を大きく見せるっていうのが、それがやりにくくて、ちょっと困ったっていうのがある。なるほど。それを大きくあえてするにもちょっとデコってしてるから、ちょっと凹凸があるから、筆がなんかうまいことで、それでもね、若干最初にもういい感じになって最初に出来上がってるその黒目の輪郭よりの外側にやったもうちょっと線引いてちょっとだけ大きくしたんだけど、もうすでにもう出来上がってるぐらいに結構雰囲気出てるね。またこれね、右目がね、塗りにくいのこの髪の毛あるから髪の毛あってね。半分ないのこれ。いや造形的にはちゃんとあるから、多分手抜いたら目立つんだろうなと思って。もうできてるじゃん。ように見える。この目もさ、なんつうの、本当に終わりのない世界だなと思うんだよこれね。このなんつうの、目なんてさ、そのモデルのさ、面積的に多分 1% でも満たないじゃん。多分 0. 何パーしかないんだよ多分。けどそれで全て決まったりじゃない？それなのにさ、支配力がすごいんだよな。支配力すごい。ちょっとずれたらもうなんかもう台無しになっちゃうもんね。なんかやっぱ最大限時間かけなきゃならないと思う。まだちょっとこれさ、前も話したかもしれないけど、目入れはさ、だるまに目入れるみたいに一番最後にするのかさ、まあこの流れで普通に入れるのかみたいなのがあるけどさ、変わった？昔と今とでは。昔からこのタイミングで入れてた？最近は早めに入れる。昔はかなり最後の方に入れる。それはなぜ変わったの？すんごい真面目にやんなきゃなんないから、要するにね、後回しにしてたんだよ。問題を先延ばしにしてたみたいな感じ。ああ、そういう意味合いでか。そう。で最近はさっきも言ったようにさ、これそのモデルのなんつうの何%を支配してるんだっていうくらい重要なものだから、逆にそれ片付けてしまえば、なんつうんだろう、ほぼ完成してるようなもんしたらおかしいけど、なんかやっぱ先にやっといた方がいいな。これってさ、まつげとか描いたの？これね、まつげね描かなかったんだわ。っていうのはね、描いてみたの実はね、やっぱなんかちょっときつい印象になっちゃったんだよね。でね、でも難しいよねこれね。なんかね、造形的にものすごいまつげ描きにくいかったんだよね。で、二重まぶたになってんだけど、なんつうんだろう、
本来まつげじゃないっていうところがまぶたみたいになってるって言えばいいのかな。なんかちょっとね、とりあえずまつげやめとくかみたいな感じ。そもそもさ、これってさ絵じゃないさ、3D じゃん、だけどさ、まつげはさ 3D じゃないくて、あなたなかなかいい質問ですね。これさ、ずっとぶつかる問題というかさ、これはね、多分それ感じてる人がいて、実際植毛する人いるから。いや、それが一番自然じゃない。描いたら絶対おかしくなるくない？いや、でも描いて解決する人もいて、それはそれでも全然何の問題もない。だって峰子の場合描いてるからね、あ、そっか。植毛、ただね、これ少なくともね、自分がやってることは俺は描く派だと思う。絶対植毛じゃない。でも絶対実際ありえないじゃん。私がさまつげさ描いてたらおかしいわけじゃん。立体感のあって、くるんってして可愛い長いまつげだからいいよくてさ。昔ね、これね、リアルでね、いるでしょ。いるよ。リアルにね、まつげをね、描いてる人いるでしょ。描いてるやつ見たことない。びっくりしたよ。いるよ。全然それってさ、ビューラーとかのしすぎとかでさ、まつげなくなっちゃってる人とかっているんだよ。で、おばさんにありがちで、隠れてるんだよ。ギョッとするよな。いや、うまけりゃいいよ。うまく。いや、そう、うまけりゃいいんだけど、下手なんだよね、要するにな。だからそれと同じでさ、どうなんだろうと思って。この子はさ、特に日本人じゃない外人さんだからさ、なんちゅうの、まつげを強調しなくても何の不思議でもないけどさ、それでね、だからね、その植毛する人たちと描く人たちはいるけど、そもそも多分文法が違うのかなって気がするんだよね。描く人はこの立体にさ、この立体に絵を描いてる感じなんだよ、描く人はね。言うまでもないんだけど、植毛の人たち、例えば植毛する人たちはなんていうの、絵を描いてるわけじゃなくて、リアルに。いや、うまく言えないな。例えば鎧着てるモデルがあったとしても NMM とかはやらないんだよね。絵描いてるわけじゃないから。ただすごいどう見ても金属に見えるような塗料を使ったりするんだよ。いや、これうまく言えないけどちょっと質問するには遅すぎたね。残り2分しかないから。これね、ひたすらね、目を頑張って。いや、すごいよ。拡大写真、目の拡大写真欲しいな。目ん玉の。そうか。いやいや、そんな大したもんじゃないよ。そうね、すごいよ。すごいって。欲しいけど。そうか。じゃあ、あとで置くとこ。あとにこの最後の方にちょっとつけた。そうか、そうか。目の塗り方とかね、ちょっとググるといくらでも出てくるからね。黒目を決めてから塗るのかさ、それとも最後に黒目を入れるのかとかさ、そういうのいろいろあるでしょ。これヒゲが行ったり来たりするからさ、順番ないよ多分。黒目塗ってさ、ちょっと黒目大きかったなってさ、周りの色でさ塗りつぶしてさ、今度また黒目ちっちゃくなったっつってさ、また黒目塗ってさ、そしたらだんだん白目がちっちゃくなってきたとかさそんな感じだもん。じゃああと1分でございますので、今回の動画の締めお願いします。締めは苦手だ結構うまくいったうまくいったと思うんだよな。ところ次のね、髪の毛が物申したいんでしょ、結構。ちょっと物申したい。お前なんだよそれって。じゃあそういうことでまた次の動画でお会いしましょう。はい。
さようなら。あれテレスさんでした。ひまわりでした。最後にちょっと目のアップをそうだ、ね、入れてきますね。はい、まあその間はちょっと無言タイムになるかと思うんだけども、ちょっとはい、じゃあ、じゃあまた今度。はい、どうも。